今回の動画はファンダメンタルズ分析が苦手なあなたにぴったり、中長期で勝つためのずる賢い勝ち方についてお伝えします。投資家の皆さん、こんにちは。空飛ぶ投資家クラウドです。今回も資源なる投資の世界を覗いてみましょう。今回のテーマはこちらですね。個人投資家 VS 機関投資家、大口の投資家ということですね。はい。個人投資家は機関投資家、クジラ、大口の投資家のことをクジラと言ったりしますね。の養分なのか。はい。この動画を最後まで見ると、機関投資家のポジションを利用したですね、戦略を立てることができるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは FX 株式投資、オプション、ETF などの投資を切り口として、科学や金融、経済、歴史、心理学などの投資の知識はもちろん、投資の楽しさを発信するですね、投資教育チャンネルとなっております。私、クラウドの独自の目線と考え方でできるだけわかりやすくお伝えしようと思います。はい、お知らせです。現在無料のオンラインコミュニティやってます。興味のある方は、ぜひ LINE 登録、今のうちにですね、チャンネル登録もしていただけたら幸いです。すべて手法も公開しています。ということで本題に入っていきましょう。個人投資家 VS 機関投資家ということですね。まず一番最初に皆さんにお伺いしたいんですけども、ファンダメンタルズ分析していますか？はい、おそらくしてないと思いますね。苦手だって思ってる方が多いと思います。おそらくですね、個人投資家であるあなたはですね、ほとんどテクニカル分析に頼ってるんじゃないでしょうか。はい、そうだと思いますね。はい、その時点でですね、実は個人投資家の主戦場はですね、短期足デイトレード以下に限定されてしまうんです。この内容につきましてはね、前回の動画をご覧ください。はい。ところがですね、短期足で勝ち残るためには、トレードスキルがどうしても必要になってしまうんです。なので、初心者でスキルがない方は絶対勝ち残れない。なかなか勝ち残れない世界になってしまうんですね。つまり、ある程度の経験値がないと勝ち残れないということになってしまうんです。はい。では、長期でね、中長期で勝つためのもっといい簡単な方法ないのかということで、ではですね、長期足スイングトレード以上を、長期足ということにしましょう。長期足スイングトレード以上で勝ち残る術はないのでしょうか？ということでですね、長期足スイングトレード以上で勝ち残るためには、ファンダメンタルズ分析の知識っていうのはですね、必要不可欠なんですね。はい、残念ながらこれは避けては通れません。はい、でもですよ、ちょっと考えていただきたいんですけども、仮にですよ、ファンダメンタルズ分析が必要だからといって、ファンダメンタルズ分析を学んだとします。ファンダメンタルズ分析を学んで、投資のプロ中のプロですよ、機関投資家の方々っていうのはね、プロ中のプロ。はい。もう本当オリンピックに例えるなら優勝するような人たちです。はい。その人たちと同じ土俵で戦っていけますか？無理ですよね。いくら時間があっても足りないと思います。はい。では何かいい方法はないのでしょうか？はい。機関投資家は実際何を考えてポジションを持ってるんでしょうか？んちょっと待ってください。何を考えてって知らなくてもいいですよね。そうなんです。はい、実はですね、私たちは、機関投資家のポジションさえ分かれば、何を考えての部分は知らなくても、勝てることになるわけなんです。つまり簡単にお伝えするとこんな感じですね。機関投資家、投資のプロがいたとしましょう。投資のプロはですね、ブラとあってですね、ロングやったりショートだったりの判断を下して、こういうふうにロング、ショートのポジションを持つわけなんですね。で、ここの理由ですね。理由、ロングとショートを持つ理由、つまりこれをファンダメンタルズ分析を行って理由を決める。つまりこれっていうのは、ポジションを持った根拠なんですよね。ポジションを持った根拠。この根拠は個人投資家には必要ないですよね。全くっていうのはそれで勉強しないっていうのはまた話は別ですけどもね。私たちはアナリストになるわけではありません。ポジションを持ってお金を儲けたいわけですよね。はい。つまり、この根拠の部分は別に知らなくても、この人たち、プロがどっちのポジションを持ったのか分かれば、長い方についていけばいいわけですよね。長いものには巻かれろですからね。はい。で、そのポジションを把握するために必要なのがですね、2つほどあるんですけども、それをちょっとご紹介していきます。こちら、アメリカのですね、商品先物取引委員会というものでですね、アメリカ中の情報がですね、集まってくる、ところになりますね。で、これが毎週ですね、コットレポートという形で、コミットメンツオブトレーダーズレポートというものがね、週に1回、出るものになりましてですね、細かいところは省略しますけども、実需だったり、投機筋ですね。私たちが見なきゃいけない投機筋
の、ポジションをね、見るということができるものになりますね。はい。で、これが、日本円の先物、基本的には先物のものになるんですけども、日本円であればディーラーインターミディアリーですね。こちらはですね、仲介業者と呼ばれて、大手銀行、証券会社も含まれて、で、こちらに個人投資家のポジションもここに反映されます。つまり個人投資家のポジションもアメリカのね、わかるということになりますね。で、こちら一方ではアセットマネージャーインスティチューショナル。こちらが機関投資家ですね。で、レバレッジドファンド。こちら指数をね、ベンチマークにしてレバレッジをかけた取引で、この人たちも先物をね、売買したりしますので、投機筋と呼ばれています。はい。で、こんなレポートちょっと一見よくわかんないと思います。大丈夫ですかね、安心してください。これがですね、実は CME というシカゴのマーカンタイル取引所でですね、うまくまとめてくださって、毎回ですね、週ごとに出るレポートをですね、こういうふうにグラフに表示してくれるものがあるんですね。はい。で、こちらちょっと見方をね、お伝えしていこうと思います。詳しい活用の仕方はまた後で紹介しますからね、ぜひ最後までご覧くださいね。はい。こちらが真ん中、ゼロのところですね。ネットポジションがゼロのところに赤線を引きました。これよりも上の場合がロングです。ロングのポジションを持っているということですね。ロングの方が多いということ。で、下がショートですね。ショートの方が多いということになりますね。で、こちら見ていただく、これは円ドルです。ドル円ではなくて円ドルのチャートだと思ってください。先物だと思ってくださいね。はい。で、ディーラーというのは個人投資家のポジション、ここに反映されます。ディーラーっていうのは円ドルをロングしてるわけなんですね。はい。で、一方でレバレッジドファンドとアセットマネージャーはですね、機関投資家は円ドルをショートしているというふうに見るわけなんですね。はい。で、もう一個ですね、サイトがありまして、デイリー FX って言って、こちら、IG 証券と有名ですよね。日本であれば、ノックアウトオプションとか提供しているところですね、IG 証券。はい、イギリスのロンドンに本拠地を構えるですね。通貨、為替といったらイギリス、ロンドンですからね、ここら辺はロスチャイルドとか絡んできますけど、興味ある方はね、また別の動画で話そうと思います。はい、ロンドン取引所に上場して、世界31万人が利用し、CFD 世界ナンバーワンをホームページで掲げてます。はい、もし興味のある方は見てください。で、この IG 顧客センチメントというものがあります。これ、クライアントセンチメントというものを発表してまして、これは何なのかというとですね、IG 証券に口座を開いている人たちのお客様のですね、ロングとショートの割合をですね、毎日日ごとに発表してるんですね。日ごとに、例えばシルバー、ゴールド、オイル、SP500 ドル円、ダウとかですね、いっぱいここにあるわけなんです。これの、ロングとショートのポジションの偏りをね、発表してるんです。つまり、ここから何がわかるのかというと、個人投資家のポジションの偏りがわかるわけなんです。個人投資家はロングしてるのか、ショートしてるのかっていうのがわかるわけなんですね。はい。でですね、ここからいきますよ。ここからですよ。ちょっと解説の方に入っていこうと思います。こちらがデイリー FX IG 証券がやってる顧客の、ポジションですね。ドル円。これドル円です。ドル円のポジションを、見るものになります。こちら 50% ね、のところに黒い線を引きました。50% より下っていうのは、ショートが多いと。で、こちらネットショート赤ですね。赤線になってます。これつまりショートをしている人が個人投資家は多いよという風なものになります。で、こちらチャートが映し出されてますけども、これはドル円の冷やしチャートです。ドル円の冷やしチャートがこういう風に映し出されてます。はい、これよく見ていただくとわかると思います。はい、個人投資家はショートしてますよね。50% より下でね、赤い線ですから、これショートしてます。ショート、明らかにね。個人投資家はショートしてます。でもですよ、こちらチャート見てください。ドル円の冷やしチャートどうですか？上昇してますよね。チャートは上昇しているわけなんです。さあ、なぜでしょうか？はい。続いてね、こちらコプトレポートの方を見ていこうと思います。はい。こちら、円ドルです。円ドルの先物になりますね。先ほど見方ちょっと紹介しました。はい。上がロング、こちらがショートになります。はい。この仲介業者、個人投資家を含むはですね、このディーラーの赤い折れ線グラフで書いてあるんですけども、ロングということは、円ドルをロングしてるってことは、つまり、ドル円をショートしてると同義になりますので、個人投資家を含む仲介業者はですね、ドル円をショートしていることがわかります。ドル円をショートしてますね。ずっとショートしてるっていうことがわかります。ただこれドル円の4時間足を同一期間でね、ここに、あえて載せてみましたけど、チャート、ドル円のチャートは上昇してるわけなんです。でも仲介業者、個人投資家っていうのは、ショートしてるんですね。ここら辺でショート、ショート、ショート、ショート。つまり逆張りしてるってことですよね。はい。一方でこちら、機関投資家、投機筋と呼ばれる、投機筋はですね、ショートしてるわけです。円ドルをショートしてますので、ドル円をロングしてるんですね。ドル円をロングしてます。だから、ドル円はチャート上がってるんですよね。はい。ドル円をロングしてるわけです。はい。こちらですね、個人投資家はショート。でも、チャートは上昇していた。なぜなら、投機筋はロングしてるからなんです。投機筋ロングしてます。レバレッジファンド、アセットマネージャーとかね、投機筋はロングしてますので上がってる。必ずしも投機筋が当たるわけではありません。はい。ありませんけどもね、これが分かりやすいのでちょっと紹介しました。投機筋はロングしてます。
つまり、この方からですね、個人投資家っていうのは、トレンドとは逆のポジションを持っているということが分かりましたね。これが俗に言われている個人投資家は養分だよと言われている理由です。理由になりますね。ミセス渡辺とかありますね。日本人をね、言った言い方ですね。個人投資家は養分だと言われている。つまり逆張りしているということになりますね。ではですよ。はい。皆さんは勝ちたいわけです。中長期で勝つためにどういう方法を知りたいわけですね。じゃあ、養分にならないためにはどうしたらいいのか考えればいいわけですよね。今の考えを逆に取る。もうね、勘のいい人はわかるかと思います。養分にならないためにはどうしたらいいのか。じゃあ、具体的な戦略に入っていこうと思います。はい。ちょっと集中して聞いてください。はい。これがコットレポートになりますね。これ OG ドルを持ってきました。ちょっとわかりやすいのでね。OG ドルを例にね、持ってきました。OG ドルを使って、こちらまた真ん中のところに赤い線を引いて、上がロング、ショートになります。今度は OG ドルはそのままなのでね。はい。で、こちらの個人投資家を含む仲介業者はですね、もうずっと、ロングしてるわけです。OG ドルをロングしている。で、OG ドルのチャートはというところ、ね、4時間足ですけどね、下落してます。はい。で、投機筋、アセットマネージャーとかレバレッジファンドとかの投機筋はですね、ショートしてる。OG ドルをショートしてるということがわかります。で、大事なのは、投機筋のポジションを持つことですね。投機筋はショートしてる。なので、投機筋と同じポジション、ショートすればいいんだなっていうのがまずわかりますよね。はい。で、はい、投機筋はショートしてるっていうのが分かりました。で、ここでIG 証券のね、クライアントポジションを見てみますと、こちら真ん中より、今度は上ですね。真ん中より、ここが 50% なんで、50% より上にあるので、50% 以上の場合はロングになります。なので、個人投資家はロングを持ってる。青い線はネットロングですね。はい、ロングを持っているということが分かります。見事に逆張りですね。で、これが OG ドルの冷やしチャート。見事に下落してます。はい。で、投機筋はショートしていて、個人投資家はロングしているわけです。はい。これをね、うまく逆手に取ります。私たちは投機筋のポジション、ショートをしたいと。はい。じゃあ、どこでショートするのかって見ると、このチャートよく見てください。この冷やしチャートに対して、ポジションどうですか？逆に動いてません？見事に綺麗にね。見事に逆に動いてますよね。つまり個人投資家がね、ロングしてた時は、まだ、ロングしてて、ショートに入った時に、ここでショート入ればいいわけですね。はい。この 50% 終わってね、赤に変わった時に、ここでショート入る。そうすると、うまくね、下がってきますよね。はい。で、こっちは上がった時に価格が下がって、こっちが下がった時に上がってますからね。なんで、こう、ね、ロングの顧客のポジションを見ていって、ショートに割って色変わった時に、ここで、投機筋のポジション、ショートを持つわけですね。はい。じゃあ、利確はどうしたらいいのかってところですね。はい。もうエントリーはこの逆でね、この真ん中の線を割ったら、ここで入ればいい。割ったら入ればいい。逆にね、ショートすればいいというのがわかります。じゃあ、利確はどうしたらいいかというとですね、このグラフを使うわけなんですよね。ここのグラフが、これね、75% とか85%とかありますけども、はい、この高値を更新して、もっと高値 80%、85% に行った時に、ここがピークになってますよね。なので、こことショートしたものを、ここね、この高値を更新した、80% とか85% とかに行ったらですね、ここでリグえばいいわけなんですよね。そしたら、どういうことになるか。2020年の6月1日、付近でここでショートして、で、8月の中旬ぐらいでまたショートして、で、こちらが10月の中旬ぐらいですね。10月の中旬ぐらいで利確。どうですか？見事にスイングトレード完成ですよね。これが一番簡単というかなんでしょうね。こういう方法もありますということになりますね。これがずる賢い戦略ということになります。はい。今回ですね、個人投資家見事に逆張りということがあります。これが養分と言われるゆえんですね。はい。今回のまとめとしましては、長いものには巻かれろということですね。はい。投機筋のポジション、必ず勝つわけじゃないんですけどもね。はい。長いものには巻かれろということですね。はい。投資は情報と知識の戦いです。もう知識がある方が勝って、情報がある方が勝つんですね。残念ながら。なので、ひたすらもう情報を集めて知識を学ぶということになります。で、自分のスタイルを確立しましょうということになりますね。はい。ということでですね、この動画がいいと思ったらですね、チャンネル登録していただいて、高評価、コメントで応援していただけたら幸いです。また次回をお楽しみにということですね。また興味のある方は LINE 登録していただけたら幸いです。ということで、ありがとうございました。